おはようございます。今日はこれからこのスーパーカブでちょっとした本当にちょっとした旅に出かけようと思います。じゃあ安全運転で参ります。さあ出発しましたけど、このね今ヘルメットの中にマイクを仕込んでるんですけど、この音がちゃんと取れてるかどうか、音というか僕の声が分かりませんけど、まあ何事も物は試しということで、今回とりあえずやってみて、まあどんな感じになるか。いやもうなんか山の空気はね、もうすっかり秋の感じですね。まあ阿蘇といえばね、ライダーの聖地とも言われていて、オートバイに乗る人ならね、やっぱ一度は阿蘇のツーリングをしたいと思うものだと思いますけども、確かにね、なんか絶景がもうずっと続くんですよ。でただ今日僕が通るのはなんか観光客の人が通るような道ではなく、あまり知られていないローカルな道を走ろうと思います。あまり知られてない道ですけど、とても景色のいい道です。ちょっと荒れてるところもあるかもしれない。まあね、安全第一で慎重に進んでいこうと思います。さあ、ここから牧野の道に入ります。牛ちゃんがいますね。ああ、空が青いですね。山の上の方にはちょっと雲がかかってます。ここにはね、ここの道はこの先が林道になってるんですけど、今までねオフロードバイクでは何回も通ったことあるんですけど、スーパーカブで通るのは初めてですけど、まあ大丈夫でしょう。そんなに荒れてないと思います。ゆっくり慎重に行きます。ね、通行止め。林道復旧工事のため、この先車両全面通行止めとなります。引き返すか。残念。こっちの方はね、秋になると紅葉もすごく綺麗な場所もたくさんあるので、またそれもお見せしたいですね。本当はね、なんでこ
こっちの道を通ろうと思ったかというと、交通量が少ないからなんですよね。あんまりなんか、この小さくて非力なオートバイで交通量の多い道を通るのは怖いので、こっちを通りたかったんですけども、まあ仕方ないですね。ただいま。怖がんなくていいよ。この辺、割と僕が好きな風景の場所なんですけど、なんかね、ハワイっぽくないですか？なんとなく。なんかオアフ島のクアロア牧場とか、あの辺の雰囲気があるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。クアロア牧場の雰囲気は、こっちの方がよりあるかな。まあ、いっか。さあ、国道57号線に、これをね、右に行くと大分方面ですね。そこの信号を右に曲がってまっすぐ行くと阿蘇神社があります。
僕は毎年元旦に初詣に行っています。今年のおみくじはどうだったっけな、中吉だったかな。ファミレスもあってすっかり街です。この辺は大都会です本当はこっちにここまで来るときに草千里とかね、阿蘇山の噴火口とかそういう有名なスポットはあるんですけども、まあ多分そういうのはね、他の人が動画に上げてると思いますので、今回はそっちは通りませんでした。長いこと林の中の暗い曲がりくねった道を走ってたんですけど、ようやく開けたところに出ました。いやー、これ見えるかな。あれがね、阿蘇五岳ですね。ちゃんと映ってるかな。一番左が猫岳です。猫岳から高岳に向かって、一番高いのが高岳ですね。で、猫岳のこのくぼんでるところを通ってくるつもりだったんですけど、そこが通行止めでしたね。なので、猫岳の左側の峠道を越えてきました。いや、今日は最高の天気ですね。
本にもね、こういうところがあるんですよ。なんとなくね、この牧草地とかの雰囲気がイギリスとかスコットランドの田舎の方みたいな、そんな雰囲気を感じるんですけど、まあ僕はどっちも行ったことないからよくわかんないですけど、今こちらのお店でパンを買いました。黒川温泉は軽くスルーしちゃったけど、なんかちょっとバイク降りて温泉街を散策でもした方が良かったかな。まあいいか。別に黒川温泉街の動画なんていくらでも出てくると思います。興味のある方は検索してみてください。どうもね、性格的に寄り道ができないんですよ。次そこに行くって決めたら、なんかそこにもうまっすぐ行かなきゃ気が済まない性質なんですよ。だからレインマンで言うと、
僕はトム・クルーズじゃなくてダスティン・ホフマンの方なんですよ。あの映画ではダスティン・ホフマンの気持ちがものすごくよくわかります。パンツを買うのは K マートじゃないと嫌なんです。K マートでしたっけ？なんかそんなこだわりありましたよね、彼には。なんか久しぶりにレインマン見たくなっちゃったな。日差しがカンカン照りなの。おいしい。これおいしい。なんだ全部おいしいな。